盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回のテーマは暑くなってきた時期のね水やりの乾かないようにするためのコツ、おさらいのような感じではあるんですけども、もうある一点これさえしとけば結構いいですよっていうのをちょっとそこに集中して作る動画になります。でその前にちょっとお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。60通ぐらいの、メールがその枯らさないためのね知識が詰まったメールが届きます。専用の動画もあって、でそれが無料でこの概要欄からメールアドレスだけで登録できるんで、もしよかったらそちらも登録してみてください。今なんかもう1200人超えてるのかなというぐらい、皆さん見ていただいております。では本題に戻ります。こちらもう僕の手のサイズから考えても見るからに小さい盆栽ですけども、未生の五葉松、愛媛県のね未生五葉松、値上がりのね可愛い綺麗な木ですけども、五葉松は暑さに弱くてね、結構水もちゃんとやっとかないといけない。黒松にしてもですけど、このサイズはとにかく暑くなってきたら本当に枯れやすいです。だいたいね暑いとなったら大体皆さん夏想像すると思うんですけど、結構もうゴールデンウィークぐらいから最近暑いですよね。でなおかつ木の成長がね5月ぐらいからすごいんですよ。もうビュン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 成長すると。だから夏ほど暑くなくても木の方がしっかり水分吸うから、思ったより乾くみたいなことがあるんですね。だから5月ぐらいにね水切れで枯らす人ちらほら見たことあります実際に。でそういう場合どうするかと、水をいっぱいあげるっていうのでも限界がありますね。皆さんお仕事とかねお忙しい方とかおられましたら忘れるっていうのもあると思います。でそういう場合はこれ単に植木鉢に下は網は引いてますよ。網見えるかな。網はちゃんと固定してますけど、そこにこの砂は何でもいいんですけど、もう砂入れただけです。でそこにこれをポンと置くだけですね。これでね水やりがねなかなかできない人でも多分このサイズでこの鉢にこんだけ砂があれば朝一の水やりでどうにか持つと思います。5月からでも夏場の暑い時でも。その代わり霧吹きでシュッシュじゃないですよ。もうしっかりもうザブザブにやると。で朝言うてもねできたらねものすごく朝早くじゃなくてちょっとお仕事行かれるとかなんか用事がある手前もギリギリ朝のね遅い時間8時半とか9時とかそれぐらいにやれた方が一日よく持つかなと。早朝って結構夜露とかね朝の湿気とかでね意外と乾いてないんですね。そこに追い足してやってもあんまり変わらない。だったらそれがちょっと乾いた頃にもう一回その8時とかね、無理な人はもう早い時間でもしょうがないんですけど、ご出勤が早いとかいう人はできたら8時半とか9時台とかねやれたら木の健康的にはいいのかなと。前日の雨とかその天気によってはもう様々変わりますけど、話戻しますけど、まずこういう小さい盆栽だったら5月以降ぐらいはそうですね、地域によりますけど暑い時期になってきたなと思ったらこういうふうに置いとくと結構根腐れもしにくいんですね。これ多分ねこれずっと置いてたらこの下にねこっちの鉢の穴から下にね根が伸びてくるんですよ。でそれでいいんですね。でも涼しくなったら秋の10月とかですかね、9月とか10月に、持ち上げて根がいっぱいこうひっついてくるようだったらもうここで切っちゃっていいんです。でもうそのまま元に戻すと。暑い時期だけまたこうすると。で実際これうちでもちょこちょこね乾きやすい子にやりますし、うちの愛好家さんがねこの方法をやって写真とか送ってくれるんです。でこれをやってなかった年は枯れたとか調子が悪いみたいなのあったけど、僕のこのやり方そのままやったらすごく青々としていい状態で夏が過ぎましたと、秋まできれいに持ちましたと、そういう写真と同時にね、俺のようなご報告いただいて、やっぱりこれ合ってるなという、確信を持ってるんですけども、だから水やりをね夏場とか1日2回とかねしっかりやれる人はこれなしでもいけんことはないんですけど、なかなかそれが難しいなという方はこれで
はい。まあ1泊2日の旅行行かれる言ったらまたね、水をジャブジャブにこう溜めたとこに入れるとかなるんですけど、普段の水やりぐらいはこれで十分枯れにくくなります。枯れる確率が相当下がると思います。はい。なんでぜひぜひね、暑い時期これ皆さん試してみてください。大きい盆栽はここまでしなくていいんで、小さいね、片手で持てるような盆栽だけでいいと思います。はい。では本日はこれで以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。